こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は東松山市の用水路で魚釣りをした時の動画に合わせましていろいろと喋りたいと思います。これは昨年の秋この場所へ行って釣りをした時の動画なんですけれども、場所は東松山市を流れる土岐川、その南側に面する水田地帯、その一角を流れる用水路ですね。東西に流れているんですけれども、ところどころ交差するようなまたぐような形で通路、農道が通っている、そこのところが暗渠になっているんですけれども、その両脇ですね、通路の両脇が少し小深い形で水が溜まっている。秋減水期になると直線部分などはもうかなり浅くなっているんですけれども、その暗渠の両脇だけちょっと水が多めに溜まっているということで釣りになるんですね。で、前の年にもこの場所は釣りに行きまして、1回目行った時はですね、あまり思うような釣果が上げられなかったんですけれども、何箇所か釣りができる場所があるということで、また後日秋が深まってからですが、少し暖かめの日に行って釣りをしたと。それでその時によく釣れたその動画がこのチャンネルで現在視聴回数第4位に入っている釣れる水路みっけというやつなんですけれどもね、そちらも合わせてご視聴いただけると嬉しいです。で、この時はですね、釣りを始めた直後に、近くで釣りをされていた方にお声掛けをいただきまして、でお話を伺いますと、このチャンネルをご視聴いただいている方だということでですね、以前コメントもいただいたことがあったと、いうことで、お声掛けをいただいてとても嬉しかったですね。その方は現在もこの周辺の水路ですとか、各所で釣りをされている動画を YouTube でアップされているようですね。で、自分もそれを見て楽しませていただいてますが、ちょうど釣りを始めた直後にお声掛けいただいて、まだ何も釣れていない状態で、その直後からだんだん浮きが動き始めまして、とにかく草にちょっと囲まれたような形の、場所なので、草にかからないようにゆっくり仕掛けを下ろして、水面を見つめると。で、だんだん浮きが反応してくる。使っているのはタナゴグルテンですかね。しばらくやってると魚がいればだんだん寄ってきて当たりが頻繁に出るようになる。浮きが動き始めてかかりました。1匹目、このくるくると丸まって上がってくるようなフォーム、これはフナですね。ちょっと鱗が剥がれてますが、フナが釣れました。このような、7センチ8センチぐらいのフナですね。このぐらいのフナが釣れると釣って楽しいというかね、面白い大きさではありますね。少し引きも楽しめますね。で、前の年に釣りに来た時もフナも釣れたんですけれども、それほど多くはなかったですね。だから今回もいろいろな小物、タモロコやクチボソに混じってフナが釣れたらいいなという感じで釣りをしてました。で、ちょっと風があったんですけど、水面までやや距離がある。そして、水路の壁に囲まれているということで、水面はあまり影響を受けないんですね。ただ釣り糸が、風にあおられて、それで浮きが動いてるのかな、どうなのかなという感じで、浮きを眺めていたんですけれども、また釣れましたね。フナが釣れました。もう水面はほとんど風の影響はないですね。ただ浮きがじわっと動いている、
これが船の当たりなのか、はたまた道糸が風で煽られてと、先ほど言いましたような、どちらか判断が難しい場合もありましたね。釣れました船ですね。ちょっと鱗が剥がれているのが、気にはなりますが、元気な船が釣れてます。こんな感じで、ここに水路が通っているかどうかよくわからないぐらいに周りに草が茂っているんですけれども、小舟を落としましたが確保しました。で、この場所などは冬でも多分水が少しは溜まっていて釣りになるのかなという気もしますが、冬に行ったことはないですね。そして春シーズン、水が入ってから、初夏とかどうなのかなという、そういう思いもあるんですけれども、基本的にはあまりこういう田んぼの横の用水路、初夏などは釣りに行ってないですね。と言いますのが、やはり農繁期、田植えがあったりですとかね、そういう時にこの辺道がそれほど広いわけではない、端っこの方に車を止めて、それで普通の車でしたらすれ違いますが、農耕車などの場合はですね、ちょっとすれ違いがスムーズにいかないかもしれないとか思うと、やはり農家さんの邪魔をしたくないという気持ちがありますので、できるだけそういう時は行かないというかね、他の場所で釣りをしようという、そういう気持ちが働いてしまいますね。ですから自転車とか身軽な方は行かれて、釣りをされてどうなのかなという、そういうふうな思ったりもしますね。で、釣れ始めると魚がどんどん寄ってくる感じで、どんどん反応が早くなってくる。またこれもかなり元気な魚ですね。船です。船が釣れました。水がたくさんあるときは魚もあちこち行き来できますから、そこまで魚影は濃くないというかね、分散していますが、こういう水が溜まったような場所っていうのは魚が集まってきて魚影がより濃くなる。もうここなんか周り草生えているので、ここに用水路が通っているかどうかっていうのは近づかないとわからないような感じですね。で、網を使ってすくいました。これは100円ショップで購入した網なんですね。で、少し大きめの魚がかかったら、ちょっと網を使ってすくったりしますね。で、一つには今これハリスというか糸を持って、魚を見せていましたけれども、大きい魚がかかったりするとハリスにかなり負担がいきまして、ハリスだけビロビロになっちゃったりする。そうすると餌をつけたりとか、仕掛けを投入したりとかするときにちょっと支障が出てくるので、どうしても交換しなければいけなくなる。でも網ですくうことによってハリス仕掛けかかる負担を軽減することができるということ。もう一つはですね、パフォーマンスですね。網を使ってすくってますよというパフォーマンス、動きに変化を見せたいみたいな、そういう気持ちもありますね。一気に抜き上げてもいいんですけれども、ちょっと網使ってみましょうかというので網を使ってるケースも結構ありますね。秋もどんどん深まって、それでも暖かい日などを選んで釣りへ行くとまだまだかなり釣れますね。地球温暖化なんて言われて久しいですが、秋気温の高めの時期がかなり長く続く。以前はもう11月ぐらいになると木枯らしが吹いてかなり肌寒いというような、気候になってくるわけですが、
最近は11月でもまだ結構あったかいよねっていうような、そんなに上着いらないよねっていうような日があったりしますね。そういう日にうまく釣りに行けると体もきつくなくて、超過も上がってと、そういう期間が増えて、世界的に全体的に見ると地球温暖化良くないだろうということになるでしょうが、釣りをするにはいいシーズンが長く続いている、そういう近年というふうにも捉えることができますね。また釣れましたフナですね。でこの時はとにかくフナがよく釣れてますね。で前の年はよく釣れた、それでもフナの確率はそれほど多くなかったと。だからこれなんかもう本当に釣りの一期一会と言いますかね、いつも同じ結果にはならないですよね。今日どうだろう、釣れるかな、何が釣れるかな、どんなのが釣れるかなと、そういうワクワクした感じ、釣りをするときはいつもそれがありますね。じわーっと浮きが動いて、この市販のタナゴ仕掛けですけどね、浮きの周りにピクピクと波紋のようなものが出ている、浮きに反応が出ているということですね。またかなり元気な魚がかかりましたね。これは、フナですね。また網を用意してますね。網を活躍させてますね。釣れましたと。フナ、たびたび言ってますけれども、やはりフナっていうのは人気のある魚、それで釣れると嬉しい感じがあります。今日の釣果はフナがたくさん、そしてタモロコ、もちろんタモロコが釣れても楽しいですね。フナがたくさん釣れました。東松山市の用水路、いいねですね。そして、水面まで少し距離があるので、一旦魚をバケツに移しまして、バケツごと水面まで下ろしてリリースと。上からバシャーンとリリースしても魚にはそれほどダメージはないのかもしれませんが、一応こうやって、リリースすることが多いですね。ということでご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、いいね、どうぞよろしくお願いします。また次回の動画でもいろいろ喋りたいと思いますので、どうぞご期待ください。また見てねということで、今回はここで終わりです。